言ったかな。はい、始まりました。はい、皆さんこんばんは。今日もまたもや遅れてまたもや遅れて、しかも11分、また3週連続11分スタートということで、はい、今日96回目のまとめ勉強会96回目になります。100近いね、はい、近いですね。しゃごにしたら100回もうなんだかんだで100回いきそうですね。いってしまうのかどうなのか。もういっては困る。困ります。はい、いや皆さん今日もチャット書いていただいてありがとうございます。ゆとりらっきゅうさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。K&M メンバー全裸で酔った状態でライブビデオ見てます。ウルビですね。友人コーチャーさん、ありがとうございます。シャーズナブルさん、ありがとうございます。ブラックスワン間近ですね。直樹直直さん、ありがとうございます。ロロナーゾロさん、ありがとうございます。ライランさん、こんばんは。山崎さん、毎度今夜もありがとうございます。ありがとうございます。マンミさん、こんばんは。こんばんは。なんだっけ、神直子さん、こんばんは。ファルコンさん、毎週の配信情報が日々励みになっています。ありがとうございます。ありがとうございます。タイパンさん、いつもありがとうございます。ゆかりさん、みかさん、皆さんこんばんは。オペラ歌手の代替は岩鳥さんですかね。なんかオウムみたいな。いましたね。オウムみたいな子が前いましたよね。インコとかね、すごい鮮やかな色の。ね。コケコッコ最後ひっくり返る動画をめちゃ大笑い。今夜もお願いします。未来さん、こんばんは。スマイル22さん、こんばんは。まさいさん、こんばんは。よろしくお願いします。また時期が来たらチャット戻りますね。はい、また戻ってきてください。ぜひお願いします。はい、今日はですね、私が体調悪いということで、チャット内のある女性の方がサプリメントを送ってくださいまして、ちょっと今日ご紹介しようと思いまして。もう本当にありがとうございます。もうびっくり。もうびっくりしました、本当に。なんかもうこういったかなり高価な。なんかこれがすごい、これもめっちゃ楽しみ。私も1個いただくんで。はい。すごく高価なものですね。サプリメントいただきましたと、こちらと。あと、クコのお茶。ね。黒クコのお茶。これも高価なものです。めっちゃね、お値段調べさせていただいてびっくりしました。はい。あれですね。内藤先生のところのお店のもの商品ですね、これね。もう本当にありがとうございました。もうありがたく2人でいただきたいと思います。はい。ありがとうございました。お茶ってこれ、あれかな、パックみたいなやつなのかな。後で飲んでみようか。ね、飲みましょう。スプーン1杯を水などで、スプーン1杯を水で溶くみたいな。これだったら私でも、水でも作れる。粉末なのかな。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、始めましょう。始めていきましょう。はい。じゃあ何からいこうかな。まずね、今週は先週のYouTube ライブが終わって寝た次の日の朝、トラさんが演説されました。でそれ結構私詳細に、そんなびっくり発言とか買ったわけではないんですけども、結構詳細に翻訳したので、ちょっと後でそちらも紹介させていただいて、でその翌日にまたトラさんがテキサスの国境のところで演説をしたんですよね。でそこで何やら携帯電話がどうちゃらこうちゃらっていう話をしたということで、すごいもういろんな方が盛り上がってるんですけれども、私は実際聞いてと思ったんですけれども、一応そういう発言があったというので、あと字幕つけてますので、はい、でそちらも紹介させていただきます。であとはフィルさんのライブがありました。すごく久しぶりに。で相当期待してたんですけれども、フィルさんの次のライブはイコール E の B の S じゃないかっていうふうに私もフ
フィルチャットの中でも皆さんそういうふうに思ってたのですごく期待してたんですけれども、おそらくフィルさんのムードからして計画が変更になったんだろうという感じでしたね。もうなかったかのように冷静に話をいろいろ淡々とされたんですけれども、その中でもとても面白いインテルがいくつかあったので、その辺は後ほど、先ほどちょうど本日やっとね、おとついになったのに、字幕終わったので、そちら見ながら後ほどちょっと、ご説明を加えながら、話しさせてもらいたいと思います。で、あとはブリックスの緊急会議があったんですよね。で、ちょっとあんまり詳しい話が入ってきてないんですけど、何かありました？あんたちゃん。ブリックスの、で、ありましたよっていうことぐらいしか、で、その後のびっくりニュースみたいなのはちょっとない感じですよね。停戦をそうだ要請するそう会議です。そうですね。それになりましたね。そうですね。その後その停戦のあれですね、要求みたいなのが出てきました。確かにそうだった。イスラエルパレスチナ。そうですね。誰ブリックス首脳の方々3人ぐらいがその後停戦を要求して。そうですね。プー様と誰だったかな、誰かが言ってビン・サルマンとビン・サルマンシュウ様ですね。そうですね。そうです。で、でそちら、それとあと他何があったかな。大きくはそんな感じですかね。はい。で、あとはね、いろいろなことがいろいろとあるんですけれども、なかなかもどかしくって、もう絶対私は今週中に何か起こってくれるともうほぼ確信してたので、9割方もう確信をしてたので、もうちょっとショックすぎてでも気を取り直して、計画が長引くっていうことはそれだけよりその後の世の中がより安全になるってことなんですよね。だからなるべくたくさんの方の逮捕をしてから世の中を安全にしてから進めたいっていうことで、それがだから要はその逮捕の、特にねイラクはもうまさにそれで遅れてるってことなんでね、だからより安全な世の中になるっていう、ね、よくといいように捉えればということで、そう思って安全策をホワイトハットが取ることを選んだんだなっていうふうに思ってます。で、あとちょっとさっき、今週、素人情報を少し流させて、ちょっとね、通常あまりX 投稿とかしないんですけれども、ね、YouTube でちょっと話すぐらいなんですけど、ちょっと投稿したらもうなんか1700人いいねぐらいついちゃってすごいびっくり湧いちゃって、でちょっとねそれがちょっとその通りにならなかったんで、ちょっと何が起こったのかなと思ってちょっと先ほど問い合わせてご返答をいただいたので、ちょっとまださっきちらっと見ただけできちんと明答してないんですけど、後でちょっとそのねお知らせしてもいい内容だけその続報をお話ししたいと思います。じゃあそんな感じでは早速本題の方に入っていくんですけど、本日はまた主要人物の方のそれぞれの今週の即席的なお話をする前にちょっとねこれ何のとりあえず私がもう今日先にこうヘッドラインニュース的に今週起こったちょっとビッグニュース的なこととかちょっとおさらい的なこととかをちょっとまとめた文があるので、先にそこのお話からしていきたいと思います。でまずね一番上チャーリーさんの3月の動画からいきたいと思います。はい。でこちらが文章を私が後で読むので、そのちょっと下下がっていただいて、
で動画のところをクリックしてそこをクリックしていただいて、3月30日の私の投稿なんですけれども、そこちょっともう2連なので中ちょっとクリックして入ってもらっていいですか。あ、これそっち、はい。もう2連になってるので、でちょっと文字字幕のところちょっと出しながら私がちょっと説明していきますね。これね、私も箇条書きすらもしてないのでちょっと思い出して動画見ながら説明するんですけれども、まずねこちらが、3月30日に私は投稿してるけれども、投稿自体は3月28日にあったのかな。でこれあれですね、PPN のチャズさんとチャーリーさんが話している動画なんですけれども、4分弱ぐらいあったんですけれども、こちらが3月の時点でまず3月でQFS の実装がある程度完成して、で6月にイギリスのイングランド銀行とチャップスが ISO20022 に準拠していますと。で、その後、11月に今度アメリカがアメリカの、各銀行が ISO20022 に準拠するようになりますって言ってて、もうこれ見た時に3月の話だったんで、私これ投稿したらテレグラムのチャットの中でそんなに待てるかみたいな結構ブーイングなこと言われて、で私も本当にこれいつの話してんのって思ったんですけれども、今になって思い返したら、そうだって11月もう全部この通りなんですよ。もう本当にねチャーリーさん全部知ってたんだなっていう本当にそうなんで、これね後で機会あれば見てほしいんですけれども、見直してもらったらよく分かっていただけると思います。で下側動画のちょっと下側の方も行ってもらっていいですか。ちょっとそれ見てたらちょっと思い出すんで、2連になってて、でこっちがでも大体そういうことかな、言ってたのはね。はい。であとなんかテキサスがテキサスがISO 違うテキサスがブリックスに申請した時の話ですね。そうその話がここのでは言われてるんですけれども、でそういう内容だったんですね。でちょっと戻っていただいて、でその後ちょっと下の方下がっていただいて、で11月のアメリカの各あれなんか戻れてないかも。違うんだ。ちょっと上上がってもらっていいですか。はい戻るボタンで戻ってもらえる、矢印でこっちの階層に戻ってもらって、でこちらそうでこちらで、まずね11月19日にバンクオブアメリカ JP モルガンウェルズファーゴらが ISO20022 に準拠しますっていう、これは結構これ私これ書いたのが10月29日か、そうですね、先月の話ですねっていうニュースがあって、でちょっと下下がっていただくと一応ちょっとぼんやりしてて見えないですけれども、そこにそのISO20022 に11月19日に準拠するよっていう銀行のリストがあって、でこちらがよく目を凝らして見てもらうと HSBC も入ってますね。JP モルガン、ウェルズファーゴ、バンクオブアメリカ、HSBC、シティバンク、クレディ・スイス、バークレイズ、フェドナウ、バンクオブボツワナ、バンクオブオーストラリアみたいな感じで書かれてるんですけど、この辺が、11月19日もしくは11月ですねに準拠 ISO20022 に準拠すると書かれていて、これがもう終わって、でもう11月19日以降はもうね完全 QFS になってるので、銀行のシステムが
なのでISO2002 に準拠してない銀行はもう銀行にあらずっていうことになってるので、これからねちょっと表立っていろんなものが見えてくると思うんですけれども、その一つとしてねUBS が合ってる ?UBS で合ってる違うベーシックインカムですか ?UBS。あれ違う違う。違う銀行の名前銀行の名前です。UBS で合ってるよね。UBS 合ってるね。UBS はねもうダメみたいですね。でそのニュースが入ってきて、もうそれでかいので、スイスで第2の銀行なので。でなので多分 UBS のそのニュースから皮切りに雪崩のように銀行の崩壊が起こってくると思うんですけども、そのね兆候の一つ目が今日ニュースとしてきたので、もうここから雪崩起こると思います。フィルさんの言う通りのことが起こると思います。で一応フィルさんも3日前のライブの時に銀行いろいろ起こってるでしょって言ってて、でこの席に座って前回銀行の話をした時よりも今日の方がより銀行の状況は悪くなってるよって分かるでしょっていう感じで説明もされてました、ライブの時に。そういう感じでそうなるだろう崩壊が起こるだろうって言った時よりも今の方がもっともっとどんどん悪くなってきてますよって言ってました。はい、でそうしましたらこちらのちょっとそのまま下に下がって、ここじゃないちょっといいですか、そこいける。でMac とねごめんなさい、Mac のマウスとWindows のマウスってスライドする時の方向が逆なんですよね。上と下が逆なんですよ。だからちょっと今逆にしてはい、でそうしましたら次、そのまま下下がっていただいて、でねこれね6月22日の投稿なんですけれども、アメパトさんのでこちらで2023年6月19日イングランド銀行はチャップスと RTGS のメッセージングシステムを ISO2002 に移行した。で世界60カ国以上が RTGS を利用しているうんにゃらかんにゃらっていう感じのニュースなんですけれども、でこちらがまさにねその3月の時点で6月にイングランド銀行とチャップスがISO2002 に移行しますって3月の時点で先ほどの動画でチャーリーさんまさに言ってたので、もうドンピシャなんですよこれ。6月にこのニュース来たんですごいね、すごいですよね。で11月に今回のニュースでしょ、本当にねおっしゃる通りになってますよということで、ね、だからチャーリーさんはもう知ってる方なので、ね、この引き続きちょっと情報を追っていきたいなと思います。今週はちょっと静かで、特に動画などとかの投稿とかも特になくてっていう感じだったんですけれども、ちょっと今見計らってる感じじゃないですかね。はい、じゃあそうしましたら次、ビッシュボッシュさんのラピッドアップデート、これ分かりやすいのでちょっとこちら今起こっていることが分かりやすいものをちょっと先にトップに持ってきた感じなんで、はい、じゃあこちらですね。読みましょうか。お願いします。ウルビーチャンネルのビッシュボッシュさんからの情報ですね。ラピッドアップデート、イラクになる最新情報。中央銀行による商業取引における外貨調達先を多様化することで、為替レートを安定させる措置について、議会財務が協議しました。中央銀行のアラク総裁は、やめたんじゃなかった、やめてなかったなと思って、私もこれ見た時に思って、この間のやつは私確かにあれは英語で総裁って特定できないかったかもしれないなと思って、なんか違う人の名前言ったじゃないですか私。代わりの人、なんかそうですね、総裁という言い方で書かれたわけじゃなかったかなと思って。だからネイターさんはアラクさんは辞任されたって言ってた。辞任される予定だって言ってたんですよ。でその後のやつでまだ辞任されてないね。それがまだなんじゃないかなって今回のこれを見て思います。わかんないですけど、詳しく説明誰もしてないのでちょっとわかんないですね。ビッシュボッシュさん以外にも皆さんアラク総裁、今の総裁はアラクさんで、
言ってます。言ってますね結構みんな言ってます。じゃあやっぱり他の人たちもみんな。じゃあまだですね。まだね、やめてない。中央銀行の荒木総裁は年末に電子プラットフォームから離脱することで米国と合意した。ドルの戦いは終わろうとしている。ラピッドマーケット。原油が75ドル、ブレンド原油が80ドル。金が2003ドル。これは上がってます。銀が24.38ドル。これも上がりました。ビットコインが37,876ドル上がりました。ダウ35,390ドル上がりました。はい。そういう状況です。で、UBS 崩壊ですね。間違えた。よいしょ。ベーシックインカムは UBI ですね。本当ですね。UBS あって、私 UBS で合ってたからどうかなと思ってすごい自信がなくて。UBS が銀行、UBI がユニバーサルベーシックインカムですね。合ってたんだ。私USB って言っちゃうんですよね。私がありがちありがち。UBS でした。はい。スイスの UBS 銀行が崩壊したとの報道ということで。はい。で、ちょっとそのまま下下がっていただいて、ついでにいきますね。で、UBS は予期せぬ流動性の問題のため、顧客の出金を凍結ということですね。凍結してるらしいんですよ。だからこれまた取り付け騒ぎが起こっている状況だと思います。はい。そうしましたら次。で、マイク・クリストエイトさん、24日。マイク・クリスト・エイトさんですね、ツイッターの X の。これらの GSIB 銀行っていうのは、システム上重要な世界的銀行のことは、すべて数兆ドル単位の国債を購入するために、これらの企業に 0% 金利で数兆ドルもの巨額の融資を行った。バーゼル3と ISO20022 が始まった。11月19日から始まった。国債はもはや、これね、よくわかんなかった。トリア1って。トリア1の担保ではない。これティアじゃないんですよ。そう、ティアの語字ではないんですよ。トリアだった。しかし、世界各国政府はすでに資金を使い果たし、さらに多くの金融資産を作り出している。この取引はどのように解消されるのだろうか。国債がなかったかのように国債を削除するのだ。さて、CEO たち、ジェフ・ベゾスを含む CEO たちが大量に株を処分している理由がわかるだろうか。来週には企業株価の暴落を見られるかもしれない。これが日銀、UBS 銀行、ソフトバンクが崩壊した理由だ。世界の準備資産としてのゴールド。今週末、銀行は崩壊の進行を救うために金融基準にリセットする可能性がある。本当に始まってるかもしれないですね。UBS 来ましたからね。もうちょっとしたら権限がしてくるかもしれない。フィルさん曰くは金融崩壊が EBS の後だっていうことなので、フィルさん曰くはね。なので、それがその通りだとしたら、それよりも先に EBS が来るんじゃないかって思うんですけれども、基本的には私はそれを信じてるんですけどね。はい、そうしましたら、次。イーロンとトラさんが今夜会談するんですよね。するっていうことなんですよ。クリス・ミラーさんからの情報で、イーロン・マスクとドナルド・トラさんが、今夜会談するっていうことで、はい。これはちょっと後で続報が楽しみですね。何を話したんでしょうか。ね、これ、どうですね。これ今日の朝4時の投稿なので、そうですね。じゃあもう終わってるはずなので、はい。じゃあ次、エズラ、この11月を忘れるな。
また長いんで、ちょっとこれ美香ちゃん読ますとまた悪いので、読みますね私。これ読みます。よいしょ。私のやつばっかりすごい短いやつばっかりだったんで、はい、じゃあこの11月の日を忘れるな。オランダ中央銀行を新たな金本位制への準備を認める。ウクがロシアとの戦争に負けたことをついに認める。これだからこの11月に起こったことを、のまとめの前回のまとめのまたその続きですね。で、プー様は、緊急ブリックスサミットに参加しました。テキサス州司法長官ケン・パクストンがファイザーを提訴。これもありましたね。で、X はデータにてメディアマターズが偽の広告結果を生成するための不正なアカウントを使用してアルゴリズムを操作したことを確認。これもありました。で、イーロン・マスクはついにピザゲート関連の投稿にコメント。もうだんだん迫ってきてるんですよね、この辺もね。で、X が、メディアマターズを正式に提訴。テキサス州司法長官ケン・パクストンに対する詐欺行為の可能性があるとしてメディアマターズの調査を開始。トゥルースソーシャルがメディア企業20社を相手取って前代未聞の名誉毀損訴訟を起こした。イーロン・マスクのメディアマターズに対する訴訟はトラさんが任命した判事によって審理される。同じ判事であるマーク・ティ・ピットマンは FDA にファイザーのファイルを公開するよう命じた。途中で変わりますね。じゃあでももう終わりはこれ。でマイク・ジョンソン下院議長は今夜マーラゴで、トラさんと会談した。でこれもねちょっと前にありましたね。ちょっと続報があんまないんですけど、はい。じゃあこれ一応ここだけ読もうと思ったんで大丈夫です。で次、はい、EBS 間もなくこっちお願いします。メパトさん、もうこれはもうなんかジュディノートでいつも言われてる内容で、もう毎週、毎日ジュディノートにコピペで貼られてる内容なんですけれども。EBS は間もなく起動し8時間のビデオを10日間1日3回再生する。 EBS の7つのテキストメッセージがすべての携帯電話に送られテレビにチャンネルを合わせるように警告する。ビデオは大量逮捕、裁判、政府の不正と腐敗、さらに世界中のエリートによる小児性愛について供述する。この10日間はインターネットも電話も911コールしか使えません。この10日間が過ぎれば私たちは新しい量子インターネットに接続できるようになる。チャーリーワード。とのことです。もうこれはもう何度も言われてるものですけども、たまたま投稿があったので、はい。で親愛なる愛国者たち。これはちょっともう24日過ぎちゃったんであれなんですけど、こういう話も。で金曜日がユダヤの休みの日になるので、それもあるんで金曜日24日どうだろうっていう話だったんですけれども、親愛なる愛国者たちへ、全てが明日につながる世界にとって重要で大きな日だ。必要なことだけを全て整理してください。友人や家族に愛していると伝えてください。イスラエルだけでなく世界中で金曜日は授業がありません。明日は24日だが、ポータスはいつも24日に戻ってくると言っていた。そして11月にはとても大きなことがある。神は全ての人を愛しておられる。祈りはとても助けになる。それはあなたが見たことも経験したこともないような大きな聖書の出来事となるだろうっていうことで、ね、24日も期待してたんですけれども、ユリ歴でのそうですね、そう1111なので、でちょっとそれも通過しちゃったんですよね。だから今通過して今こうやってここでライブしてるんで特に何もなかった感じではあるんですけれども、はい。じゃあ次、宇宙軍が全ての通信を扱って宇宙軍がすべての通信を扱っている。インターネット、電話、すべて。
トラさんは我々の持っているソーラーオーデンの宇宙船を導入するために宇宙軍を創設した。我々は1300機以上の TR3B を持っており、我々は十分に守られていますと。すごい。1300機もらしいですね。すごい。次。天尾さん逮捕近い。ちょっとね、今週起こったことの胸熱情報とかそういうのだけちょっと先に頭に持ってきてちょっと無作為にいろんなものが並んでますがちょっと読んでいきます。はい、次。デビッド・ウィルコック・アイスタウェイン法律事務所バマオの、社会保障番号。誰かがこれを徹底的にチェックしたようだ。バマオの社会保障番号について誰が調査するのか疑問に思っていた。ジャンポール・ルードビヒかバラク・フッセイン・バマオか、社会保障番号、0426844425バマオが、使用している社会保障番号 SSN の身元が6年にわたる徹底的な調査によって明らかになった。ジャンポール・ルートビヒは1890年にフランスで生まれ、1924年に米国に移住し、1977年3月頃に社会保障番号を、0426844425が割り当てられた。ルートビヒは成人してからのほとんどをコネチカット州で過ごした。そのため彼の社会保障番号は042という数字で始まり、コネチカット州居住者だけに許された数少ない数字のうちの一つである。バラク・フセイン・バマオはこの州に住んだことも働いたこともない。したがって彼の社会保障番号が042という数字で始まる理由はこのように一切存在しない。さてここからが本題だ。JP ルートビヒは、人生の最後の数ヶ月をハワイで過ごし、そこで亡くなった。都合のいいことにバマオの祖母マデリン・ベイン・ダンハムは、ホノルルハワイ裁判所の兼任局でパートタイムで働いていたため、死亡した個人の社会保障番号にアクセスすることができた。社会保障番号はルートビヒの死亡を知らされておらず、ルートビヒは、社会保障給付金を受け取っていなかったので、停止される給付金もなく、従って疑問も呈されなかった。もちろんダンハムとしても、孫がケニアで生まれたか、ロロソエトロの、養子となった時にインドネシア国民となったがどちらかであるため、彼女の孫が米国民でないことを知りながら単に、兼任記録を調べただけだということである。社会保障給付金を受け取っていない誰かが死ぬまで探し回り、彼女の孫バリー・バマオのためにルードビフィッシュのコネチカット州の社会保障番号を選択したという疑いがある。バーサーのトップである、トラさんが出生パーサー見えない。よくわかんないです。パーサーですね。パーサーのトップである。もうなんかちっちゃい丸なのか点なのかが見えない。トラさんが出生、証明書の、文字を通過して、バリー・バマオが盗んだ社会保障番号を使用しているという問題に取り掛かるまで待ってほしい。左派の頭がバマオを擁護する手段がなくなって爆発するのが目に見えるだろう。超楽しみです。これもうこういうね、もう本当にもうもうなんていうんですか、理論で法的に攻めてますんでね。はい。で多くの米国人はナチュラルボーンという言葉の意味を理解していないが、他人の社会保障番号を使用しているのであれば、それは明らかに詐欺行為であり、連邦犯罪であることを理解していない人はほとんどいない。みんな分かってます。なのでこれももうすぐですよ。本当にここから来るかなみたいな、手この手でいろんな全ての不正をみんなに知らせながらドカンとことを起こそうとホワイトハットは考えてると思うので、本当によくできたシナリオです。ね、おばあちゃんが共犯だった。ね、パートタイムだった。はい。じゃあ26名の議員は再選目指さない。これもまたね、ヒルさんの話などとリンクする胸熱ですね。
これお願いします。これ短いですけど。26名の議員はアメリカのですね、米議員26名の米議員は2024年に再選を目指さないとのことです。でそこに一行写真がうん次々にそのね人の顔が出てくるんですけどね。まあ全員じゃないんですけれども、でもちょっと時間かかりそうこんな感じでねいろんな人のが出てきます。動画ね本当は訳したかったんですけども、ちょっと訳してません。悪い人たち、この人たちみんな悪い人たちっていうことです。要はもう戻ってこない、帰らんで一人になってしまう人たちですよ、この人たちが。ということですね。はい。で民主党ですよね。そうですね。次、デモ参加者募集。これ面白かったですね。面白かったです。よかった、楽しんでもらえて。なのでちょっと伝えたくてここに持ってきました。はい。デモ参加者募集、時給15ドル。15ドルかと思って。ね、まあ今のもっと高いと思ってた。ね、まあ今の日本の価値だともう2000円ちょっとぐらいかな。ね。3000円ぐらいもらってるのかなと思ってて。大した時給でもないんですね。あなたも知っている、あなたが見ているものは何ももう有機的で自然発生的なものでないことを。画像の文字。俳優募集。フェニックスコンベンションセンター、明日の午後2時から11時までのイベント俳優ヘルプ募集時給15ドル業務内容は抗議活動ハントゥルーの、看板を持つなどマイノリティは歓迎され募集しています。約500名の募集です。こうやって募集された人たちだったらしいです。多いな500名。500名で募集されたんですって。アルバイトで。らしいですね。先週ね帰っていく人たちのところを見ながらタイムカード押しといてねって言ってたのがまさにそうですよね。本当にタイムカードを押していてねって言ってるみたいですねって私が言ったんですけれども、まさにそういう状況だったみたいな。ね、皆さん仕事どこの国もやってますね。日本もありましたね。これね出てましたね。日本も出てますね。ツイッターにいっぱい出てますね。出てましたね。はい、じゃあ次。ヤンハルパーヘイズ。もうこの方の情報はもう出てきたらもう本当に食い入るように見てしまいますね。楽しい、面白いですね。すごいですよね、この方ね。ヤンハルパーヘイズヤンハルパーヘイズ博士、女性のおかっぱ頭の方。軍事裁判がこれまで行われ、現在も行われていることを再度認めました。彼女はまた次のように認めている。彼女は英国、米国、国防総省の二重のセキュリティクリアランスを保持している。このことですね。おかっぱじゃないね。ショートカットかな。彼女のクリアランスのおかげで、彼女にはこの情報を提供してくれる軍とのコンタクトを持っている。彼女の連絡先により宇宙軍が主導する世界的な軍事同盟が存在することが確認された。軍は2021年1月18日 ABC ニュースで軍事政権への平和的移行を世界に伝えた。海軍JAG が裁判を仕切っている。軍により多くのより大きな動きが水面下で行われている。私の調査と見識によれば、ハルパー博士はこの時期に愛国者コミュニティに確認と希望のメッセージを届けるという絶対的な任務を負っていたことが分かった。率直に言って、これは常識的な心理学だ。優秀な軍の指導者なら誰でも戦争中は兵士と民間人の士気が最も重要であることを知っている。軍はこの第5世代情報戦の戦いを支援するために真実を伝える者とアノンたちに任務を与えた。彼らは終わりが近づくにつれ、人々は疲れ、心配し、疲れ果てていることを知っていた。疲れ果てることを知っていた。信頼できる軍との直接的なコネクションを持つ人物に私たち全員に確証を届けさせることは理にかなっていると思わないだろうか。私はそう思える。ということですね。はい。本当にそうですね。はい。じゃあ次。
ニューヨーク州保健官。この辺もちょっとね進んできてるんですよね。コロちゃん関連とかそこら辺の件もね。もうこれも読みますね。ニューヨーク州保健所長官メアリー・バセットは子どもにワクワク接種を受けさせるために COVID による、子どもの入院について誇張した主張を行い親を脅かしていたことを認めた。彼らは全てについて嘘をついていたということがわかりました。25度ですね。はい。ということで次こんな感じでねいろいろ進んでますよと。はい、そうしましたら次。これもねさっきちょっとちらっと出てきた内容にはなるんですけれども、次読みますねこれね。FBI がはい。FBI が重大発表をしました。ピザゲートは現実である。FBI は今週、ピザゲートは本物であると発表し、エリート小児の性愛の人たちの組織に関係する小児の性愛の人たちが積極的に追跡され、逮捕されていることを確認しました。パチ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 。すごい。すごいですよ。めっちゃ進んでますよ。本当に進んでます、ここら辺。FBI は今回ピザゲートに関係する公人が複数逮捕され、以前はこのスキャンダルを陰謀論として却下しようとしていた、していましたが、この件を認めるに至りました。はい。素晴らしい。素晴らしい。そしたら次、これも先週話したやつの動画バージョンなんですけど、動画があったのでちょっと紹介ですね。物理世界の刑務所の鉄格子に例えられるグリッドは地球の振動周波数に影響を与えてきた。アルコンエーテルグリッドは除去された。それは、真実探求者が3次元の制限を超越するためのポータルロックの解除。人間の意識に変容を与えた。それがで、エネルギーの流出が解消され、地球の振動数が上昇するにつれ、人々は真のスピリチュアルな性質に目覚め始める。で、意識そのものが激変する。で、低周波な存在からの束縛に縛られることなく、人類は集団的な復活を経験する。重い濃密エネルギーは消滅、神聖な愛と光の波が押し寄せてくる。というね、ちょっとはしょってますけれども、全部で8分、9分ぐらいあった動画なんですけれども、はい、もうこれね、先週も言った通り、もう天外のね、イーロンが天外を打ち破ろうとしたからなのか、ちょっとそれとリンクしているのか、ちょっとはっきりはわからないですけれども、この同じタイミングでそういうそういう大きな変動が宇宙自体の大きな変動が起ころうとしてますよということで、ちょっとそういう人々の意識にもそういうものが影響を与えるよっていう状況になってますよということですね。はい、じゃあちょっと一区切りで、チャットを読みましょうか。もう私はご飯を食べてなく、美香ちゃんも夜ご飯を食べてないので、もう夜ご飯はおかしい、ね、ここでもうバカすかいろんなものだでもちょっとあとポテチがなくなったらかきむこう。お待ちくださいね。よいしょ。小林悟さん、ワクワクそわそわで落ち着きません。ワクワクそわそわ。本当にもう。ね、ワクワクすることはいいことですね。一日一枠。一日一枠。ちこうさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。皆さんこんばんは。配信ありがとうございます。げんけんさん、ありがとうございます。ポッパイさん、こんばんは。ポラリスマルンさん、春茶は深い紫色。
うん綺麗ですよ。うん紫色なんですね。ベリーっぽい色ですかね。ようあいさん、いつもありがとうございます。今度こそはという感じがしますね。来週こそはね。0202さんこんばんは。サネさんこんばんは。本日もお願いします。ルナイクリプスさんお邪魔します。今週もなんとか生き延びたって感じです。ここはオアシスほっとしますね。なんとかこそこそ生きながらえておりますね。本当ね。かずみんさんこんばんは。直樹なおなおさん、かおりさんみかさんこんばんはね。今日もお願いします。スカイさんはなかなか状況が進展しないので激おこでしたね。激おこなんですよ。スカイさん激おこなんですよ。もう全部私たちの思ってることを代弁してくれる。りんさんこんばんはいつもありがとうございます。きよとしさんこんばんは。ゆきこさん、みかさん、かりさんこんばんは。本日もゆきこさんいつもありがとうございます。ゆきひろさんこんばんは。みやちさんこんばんはいつも配信ありがとうございます。はい、ありがとうございます。以上です。はい。はい。では。はい。じゃあ次シュウさんが先になってるな。もうこの順番でいきましょうか。はい。じゃあフィルさん22日ライブから。これ今からちょっと主要人物の方の今週あったことなどについていきます。でこれがね今日ずっとこれ先ほどのこれ今日ずっとこれやってたんで夜ご飯食べる時間がなかったんでこれをこのライブまでに仕上げたいなと思ってはいでこちらがフィルさんの3日前かな2日前かなのライブの2つインテルがありますよっていろんな話をした後に言ってで2つ話されたんですけども一応もうどちらももう編集して結構その主要なとこだけを 5箇所ぐらい編集してあるんですけれどもでそれに字幕を入れたので内容をちょっと箇条書きにしたものを読んでいきますね。まずその2つインテルありますのうちの1つ目が結構ね多分ねもう私たちみんなちょっとがっかりなんかもっとびっくりするような話が欲しかったんですけれどもそういう話ではなかったんですよね。バイ G は2024年の選挙でトラさんの対抗馬にはならない。分かっとるわって思うでしょ、で分かっとるわって言われると思ったんで先手を打ってフィルさんが、あなたは前に選挙がないと言いましたよねって皆さんが言うだろうっていうことは分かっているって言ったんですよね。分かってるってもうそういうふうなブーイングみたいなことをみんな言うだろうなっていうのは分かってますと。でも、これがインテルなんだっていうことで1つ目のね。で私はまだそれについて話す全権限をまだ持っていないから全部話す権限を持っていないからいないけれどもそういうイベントが起こるだろうって言ったんですよ。これはおそらく EBS のことだと思うんですけれども時期はいつぐらいでしょうね。それは話す権限を持っていない。いやちょっと後でねちょっとそれっぽいやつが出てくるんですよ。でバイ G が、民主党の代表となって2024年の立候補することがシャットダウンされるということですって言ってあえてこの内容のところにシャットダウンって使ったのがちょっと気になったんでわざそのまま訳したっていうかそのカタカナにしたんですけれどもだからEBS のことを言ってると思うんですよ。はい。で、阻止立候補することが阻止されるとかじゃないですか。じゃなくてわざわざそこでシャットダウンって言葉もちょっと変な使い方だなと思って。でしかし彼が2024年の選挙で投票されないと聞いてみんなが祝い始めるだろうって言いました。投票もうこれもちょっと変な言い方だったのでちょっと出馬しないと聞いてって訳したいけれども、投票
されないと聞いてとしか訳せない言い方だったんですよ。まあ、出馬しないと聞いて、みんなが祝い始めるだろうって言いました。でその後、全てにおいてアメリカ合衆国の次期大統領がどうなるか、より明確になる時だということです。そのイベントが。EBS ですよ。で今後、数週間から数ヶ月で起こるであろうことは他のことをしたと思っている。すごいね、ごめん、私の訳も変ですけれども、これ本当にフィルさんの言い方が変だったのでそうとしか訳しようがなかったんですよ。すごい難しい訳ですね。言い方がなんか、そうなんですよ。もう全然違う言葉で訳してもよかったんですけれども、なるべくニュアンス伝えたいと思ったんで、今後数週間から数ヶ月で起こるであろうことは他のことをしたと思っている人たちが逮捕され、起訴されるのを皆さんが見ることになる。だから、まあ、前後でごちゃごちゃ言ってたのがなんかまず大物たちはもうすでに逮捕されてるわけですけれども、大物たちが公に逮捕されることが起こってで、その下っ端たちはまだ逮捕されてないわけですよね、今現状ね。その下っ端たちの人が自分たちは多分、そこまで詳しくは言わなかったんですけど、でも自分たちは加担してないと思っているだろうけれども加担してるわけじゃないですか、その下っ端の人たちって。そういう人たちももうみんなそういう人たちのこと多分他のことをしたと思っている人たちだとでここで言ったんだと思うんですけれども、他のことをしたと思っている人たちが逮捕され、それは多分その下っ端の人たちの話だと思うんですよ。たちが逮捕され起訴されるのを皆さん見ることになるということで、見せしめとして高官たちが、逮捕される、公にまず逮捕される。で、だからといって彼らもあとその下っ端の小物たちもそれもそういう言い方しますね。小物たちもどちらにしても一生刑務所に残りの人生を過ごすべき人たちだって言ってましたね。だから、小物だからといって大物はめちゃくちゃ悪いことした。でその下っ端の人たちっていうのは悪くないかっていう大した悪いことをしてないかって言ったら、その下っ端の人たちももう一生刑務所にいるべきようなことをしてるから、その上の人たちはもっともっととんでもない悪いことをしてるっていうことだっていうことを言ってたんですよ。ちょっと私がうまくまとめられなかったんですけれども。わかります。おそらく日本だったら、もう地の民の党を今おそらくゴムになっているであろう人たちはもう逮捕されているのかもしれないけども、枠を打った医者たちは多分まだ逮捕されてない人の方が多いですよね。あとそれに加担した人たち、加担した人たちっていうのがフィルさんが言うとこの今回の小物なんですけれども、小物たちっていうのは自分たちは大したことしてないと思ってるかもしれないけれども、加担してるわけだから、どちらにしても一生を刑務所で過ごすような人たちだっていうことことです。だからそういうのが自分は関係ないと思って逃げられないよっていうようなことかなと思う、小物たちに対して、そういうことを言ってるのかなっていう、そういうなんですけれども、この後でちょっとこの下の方の上だ、ごめんなさい、この字幕ちょっと、でも出ないかな、そんなすぐ出ないかもしれないな。これの後の方でもうそろそろ来るかもしれない。ちょっとこれを思い自分が書いてないんで。でね、ここで言うんですよ。これが今夜のインテルでしたって言って、でその後に言うんですよ。もうちょっとわけのわかんないこと言って、ドラムバップどうちゃらこうちゃらみたいな、これも絶対ゲマレっていうことだと思うんですよ。ドラムバップって何回も言うんですよ。で9クロックがなくなるのはどうですかって質問について、そ
それについてどう思いますかで、9クロックが切れた時に起こると思いますって言ったんですよ。だからもう本当だったら、それってもう切れましたよね、22日に。なんか新しい9クロックまた出てまいや、したね。1月5日までってことですけど、でも、うん1月5日かな。 6日 ?6 日。あ、5って書いてるのと6って書いてるの。私も6って覚えてたのに、最近見たやつは、今回用意してるのは5日って書いてますね。そうなんですよ。私も6って記憶してたんですよね。そうだから多分同じのを先に見たと思うんですけど。そうなんですよ。なので、このフィルさんの話からいくと、9クロックが切れるとき、でも、まあ、その1月5日っていうのは今伸びた状態なので、おそらくこれは1月22日を私は指してると思ったんで、でも、11月22日。11月22日を。そうですね。でもなかったんですよね。なんか私、このライブしてる日自体が11月22日なんですけれどもね。まあ、ここで話出すってことは多分11月22ですよ。そう。22日のライブだったんで。ですよ。だから今日までっていうことですよね、これは。だからその翌日にあってもおかしくなかったのかなっていうふうなことを言いたいのかなと思ったんですけれども、なかったんですよね。だから次の候補で24日かもってとこだったんですね。そう。でもそれもなかったんで、そうなんですよ。いろいろ飲みになってるんだと思うんですけども、このフィルさんの話だと9クロックが切れる時、それがその時だって言ったんですよね。はい。まあでもちょっとその後何が起こったのかわからないですけれども、ちょっと特に実行されずっていう感じで。はい。じゃあ次ね。でこの時のこのライブすごい短かったんですよね。それでパトリオットライジングさんで、この後にフィルさんがやっているローカルズっていうSNS ですね。でそれのサブスクで毎月お金払ってる方たちだけで、Q&A をやりますと言ってて、で後でなんかで見れるかなと思ったけど、今のところちょっとリンクとかいろいろ探しても見れなくって、おそらくそれの話だと思うんですよ。この、パトリオットライジングさんが実況してくれてるのが、これ全く今回のこのライブで全然言わなかった内容なんですよ。なんかちょっと時間的に動画ライブ配信ですか？それはそうローカルズで見れたはずなんですけれども、私ちょっとその時畑行ってたから、ローカルだったらもしかしたらサブスク会員じゃなくても見れたのかもしれないんですけれども、ローカルズではっていうような言い方をしてたんで見れたのかもしれないんですけど、見なかったんで、その後アーカイブがどこにもなくて、だからそうなんですよ。じゃあやっぱり有料会員しか見られない。見られない。そう。その後ローカルズにもアーカイブ上がってなくて、でまあでもそういうライブが行われたんですよね。で、おそらくそれの内容だと思うんですよ、これは。でだから今回言わなかったことなんですけれども、私は見てないライブの話なんですけれども、フィルは今のところ EBS の質問を控えるように言われているっていうようなことを言ったらしくって、で上から言われてる。そう。でイーロンのこれだから全然見てない内容なんですよね。イーロンのロケットはやるべきことをやった。彼らが起こるはずだと思っていたことは何であれ実際には起こらなかった。イーロンは、宇宙がないことを知っているということで、で、銀河系の友達はいない。地球があり天国があり地獄があるってヒルさんが言ったらしくて、またそういうこと言ってるって思ったんですけどね。でバマオさんは死にましたかでいいえ。これは前も同じですね。で本当にこの話したんだろうかなと思うんですけど、イラクディナールを国民が交換できるようになるでしょうか。でフィルさん、ネサラが発表される直前になる。全てが完了し、あとは発表を待つだけだっていうことで、これは本当その順番ですよね。だからRV が起こってそのすぐ直後にEBS で値下げさ発表っていうことを、そういう流れっていうねことを言ってるのだと思います。はい。そう言い出しましたら、次22日の投稿なんだっけ。これは大したじゃないですけ
これ読みますね、短いんで。休暇の旅行と素敵なことでクレイジーな2、3週間でした。明日からまた定期的にライブストリームを始めますって、そのライブをやった、まあ、前日ですかね、に、そういう投稿があって、で、ライブをスタートしたっていうことで、次のライブが今週中か、今週の週末までか、来週にするって言ったんで、それこそ EBS だろうって本当に思ってて、私は。今週の週末か、と思ってるんですけどもね。はい。ということです。で次。グリーンバックブギー。こちらね、フィルさんのいつもデコードを出してくれる、パトリオットプリンセスさんが、面白かったんでね、ちょっと訳したいね、字幕とかつけたら楽しいんだろうけれども、ちょっとそこまで訳したりはしなかった。まあでも見たら、英語わかんない人でも多分見たら何言ってるか大体わかると思うんですけれども、で、こちらが、ナイアガラの滝のがレインボーブリッジで、ナイアガラの滝のレインボーブリッジが爆発した偽旗事故がありましたよね。でそれまあエズラも偽旗だって言ってたし偽旗なんですけれども、でこちらがそれがフィルさんのグリーンバックブギーの歌をずっと数週間前に歌ってて、それがまあスーツっていう映画の主題歌だったとか、そういう話をこのライブで私したと思うんですけれども、でそれがゲマると、ゲマったところナイアガラと滝って出るんですよ。だからそうだからそれそうなんですよ。だからナイアガラの滝で偽旗が起こることをフィルさん言ってたんだっていうことをこの方がおっしゃってます。すごいそうなんですよ。すごい訳してほしかったですかね。いやごめんなさい。訳そうかなって本当に思ったんだけど、この時もフィルさんの今の字幕を抱えてたので、こっちのこと他のことはちょっとできなくって、そうなんですよ。これまあね訳だけでもしようかなとも思ったんですけれども。これ何分ぐらいの動画でしょう。2分ちょいぐらいじゃないですかね。でこちら内容ね面白いです。でその下下がってもらって一応今のそのねそのナイアガラの件をご存じない方のためにこれが23日もっと下下がってもらえますか。これですね。で速報23日の話ですね。速報ニューヨークとカナダ国境のナイアガラの滝の国境検問所で車が爆発、原因は不明ってなってたんですよね。また下下がってもらって、でこれの続報があって、これ同じ日なんですけれどもね、速報 CNN によるとレインボーブリッジの自動車爆発事故の運転手は56歳の裕福な男性で、当初はキスのコンサートに行く予定でカジノから30万ドルのベントレーを運転していたというっていう続報がありました。何せよ、何せよベントレーが爆発したんですよね。30万ドルのベントレーが爆発した。そういうことですね。30万ドルのすごいもったいないというね、はいということがあったんでちょっとやっぱりフィルさん予言してたんだなっていうことをちょっと皆さんにお伝えしたくってはいじゃあ次20すごいですね。すごいですよね。すごいそれはすごいですよね。23日投稿だからスーツって言った時点でもうここまでのことを多分ねスーツ連呼してますね。スーツ一番最初にスーツって一言投稿したんですよね。その時からその直後のライブでグリーンバックブギーグリーンバックそう言ってました。そうなんですよ。それが全部ここに結びついてたされてたようですね。らしいです。すごいな。すごいです。じゃあ次これはフィルさんが投稿しておとつい投稿してたもので、ウルトラペペライブズマターさんのからの引用になりますね。じゃあこれ読んでもらってもいいですか。ロジャー・ストーンによれば、リンドン・ジョンソンがジョン・ F・ケネディを殺したのは
軍産複合体と癒着して大統領になるためだ。ニクソンに単刀直入に尋ねたとき、私はこう言った。では大統領を質問させてください。誰が本当にジョン・ F ・ケネディを殺したのか。彼はマティーニを見つめながら、そうだな、ダラスだ、と言った。彼は別の言い方をしようと言った。リンドンと私は2人とも大統領になりたかった。ロバート・ケネディが CIA がやったというのは間違っていない。サム・ジーンの娘がマフィアがやったというのも間違ってはいない。誰にでもそれぞれの利害関係があるが、ジョンソンはそれぞれに独自の関係を持っている。JFK の死から84時間後、リンドン・ジョンソンはすでにベトナム戦争をゴーサインを出していた。私は CIA、モサド、風習犯罪一課、ジョンソン、マフィア、他の諜報機関、秘密結社が JFK の抹殺に手を貸したという強力なケースがあると思う。アメリカで最も名誉ある大統領の一人の死に最も責任があるのは誰だと思いますか？誰だと思いますかね。はい。22日がそのね暗殺から60年、だったので、そのタイミングでフィルさんこれを出されました。はい。そうしましたらフィルさんはもう一個バマオさん関係者逮捕。こちらが、速報バマオ政権で国家安全保障担当官を務めたスチュアート・セルドウィッツ氏が逮捕された。フォールガーイズ、残念なやつら始まりました。はい。これエズラが動画付きの同じニュースを上げてましたけどね、ちょっと共有してないです。で次、フィルさんはライブの日程と合わせたことがある。こちらなんです。これちょっと私見ますね。で、これは、過去のフィルさんの動画で、下下がってもらって、で、これ、7月26日の話なんですけれども、これちょっとね、9分以上ある、長い動画なんで、今、見るつもりはないんですけれども、これが、フィルさんが、フィルさんがライブをする時間を本当はEBS が行われる時間に合わそうとしてたんですよね、この日ね。でこの前のタイミングでも同じようにフィルさんがライブを始めるって言いながらなんかパソコンの調子が悪いとかなんとかで1時間遅れてもう一回あと1時間遅れるあと1時間遅れるって3時間ぐらい遅れるって言って結局ライブをやらなかった時がその前にもあってこの時もそういう時があってでこの時のライブでその時のことを説明してたんですけれども結局本当はその日のタイミングでEBS が来るはずだったと。で、その EBS をホワイトハット側が仕掛けていたけれどもカバちゃんたちがそれを阻止してで阻止したことによってカバちゃんたちはもう最後の切り札を使ってしまったから次はもう阻止することができない状態になったってことがありましたよね。でそれがあってで要は私がなんでこれを取り出してきたかっていうと要はフィルさんはその時に自分のライブの時間を EBS の時間に合わそうとしてたんですよね。だからフィルさんのライブがイコール EBS の時間と合わそうとフィルさんは前に2回もしたので私はだからフィルさんのライブっていうのがEBS のタイミングで行われるんじゃないかって思ってるんですよ。っていうことが言いたくてだから今回もフィルさんがライブするっていうのがもう EBS なんじゃないかって思ってたんですよ。はい、でもおそらくフィルさんがもうその EBS に関わってるどころか多分もう
下になってるとまで言えるかわからないですけど、その可能性も非常に高いと思うんですけど、だから要はフィルさんが司会するのかもしれないです、最初ね、ライブ、フィルさんのライブから、じゃないかなって私は思ってるんですよ。フィルさんのライブから、だからこれ、そういうためにフィルさんはこうやって視聴者数もどんどん増えるようにするように上から言われて、多分こういうことをやってきたんだと思いますし、はい、だから私はそういうふうにずっと思ってるんですよ。はい、でそのエビデンスが一応この動画になるので、また後でこのライブが終わってで多分明日ぐらいに投稿する、もう一回再投稿すると思うので、よかったらまた見てくださいということで、はい、そうしましたら、一応ライブの終わった翌々日か3日後ぐらいにはこのライブの、YouTube ライブの概要欄のところに私のX での投稿、今回このライブで話したことの、投稿をずらっと投稿し直してツリーにして投稿し直すんですけれども、それのリンクを貼りますので、今回話したことをの X 投稿を見たい方は、2、3日経ったらリンクから飛べるようになりますので、はい、スペースは大丈夫ですか？スペースは、はい、今日は大丈夫です。今日は50名も来ていただいてますね。はい。そういたしましたら次、トラさんですね。トラさんの19日演説より、ちょっと思ったよりも時間が今までの話でかかったので、ちょっとはしょっていきますね。はい。こちらがトラさんの、先週の日曜日の日本時間の先週の日曜日の演説からで、もうね、これ読みます。いや、びっくり発言とかがなかったので、これもうめっちゃ長いんで、もうこの中でちょっと気になるところだけをちょっと見つけ、そんなにね、でも長いだけで同じような内容ばっかりなんですよね。特にこれがびっくりするから読んで皆さんに伝えたいっていうのが特にあったわけじゃないんですよね。この中で気になったことと言ったら、これと一つだけ読みましょうかね。じゃあ、これお願いしていいですか。2つ目かな。一番上でずらっと下がって、もしそんなことをしたら我が国にとってから始まる、ちょっともうちょっと下がってもらえますか。それの、訳のところからお願いします。YG にはもうチャンスはありません。また地下室に行くことになるでしょう。で、動画の訳ですね。コロラド州、ミシガン州、ミネソタ州、ニューハンプシャー州、その他州で不正な投票資格詐欺が行われています。結構はっきりこの辺のことをね、最近言うようになったんですよ。この男は狂っています。彼らはどうしましょうか。彼らは私たちに対してとてもうんざりしています。1回目は勝ったし、2回目はさらに大きく勝ったんです。そしてどうなったかというと、ひどい目に遭わされたんです。不正選挙です。反対派は民主主義を憎んでいることを日々示しています。トラさんという、これつながってるんですね。トラさんとユガンダバイジーとの自由で公正な戦いではバイジーに勝ち目がないことを知っているからです。彼はまた地下室に潜り込み、隠れていることでしょう。地下室に潜り込むね。ロシアの偽情報だといった51の諜報員や、ロシアの偽情報だといった地獄のラップトップ、あるいは FBI や Twitter ファイルなど、もっと現代的なものからテープに残っている投票用紙の詰め込みまで、他にもたくさんあります。2000ミュールズから。2000ミュールズを見てください。何千票、何十万票もの票が投票箱に詰め込まれました。歴史を学び、心に刻まないものは愚か者ですね。かな？あそこまでですね。はい、ありがとうございます。めっちゃ長いんでね、これ。なんか他に気になることがあったら。
次行っちゃいます？もう次行きましょう。はい。そうしましたら。20日。20日演説。電話の件電話の件ですね。こっちが。こちらが。こちらがあなたがこれがそのねそのさっきの演説の翌日のテキサスでの演説ですね。こちらであなたが写真を撮ってトラさんに向けてこう写真を撮った人がいてスマホで写真撮った人がいてその人に対して言ったんですけれども、あなたが写真を撮っているあなたのその電話って言ってで今から約1ヶ月後には彼らより良い電話を持っています。より良い彼らはより良い電話を持っていますって言ったんで、1ヶ月後には9本がもうみんなに配布されるっていうことを示唆してるんじゃないかっていういう噂が立ってます。はい、そうなんですよ。まあただもうこの話の流れ全部読むと。そうじゃないかもしれないなって私は思ったんですけどね。まあそういうふうに皆さん言ってます。はい。また字幕ゆっくり読んでもらったらちょっとただいろんな話の流れでいろんなものがすぐコロコロ変わって新しくなるでしょっていう話をした後に、例えばあなたの電話も新しくなるよっていうふうに言っただけかなって私は思ったんですよ。はい。はい、ではそうしましたら次。これ最高司令官リトルース、これ胸熱なんですよ。これしれっとめっちゃ胸熱なんですよ。これ、はい、これここに胸でね。トラさんがリトルースでリトルースしたんですってね。これをリトルースしてますね。リトルースしてますもんね。そうリアルコマンダーインチーフっていう写真をリトルースしたんですよ。すごくないですかこれね。これ生で見たらもう鳥肌もんですね。もうご自分でもう言ってしまっておりますね。もう認めてるもん。もう何度も言ってしまってますけど。改めてここで本物のですから。本物の本当に本物の最高司令官。これ時のここにコマンダーインチーフで書かれてるやつですね。前そうライブでもそう拡大しましたよね。拡大したやつそれです。その日のやつですね。はい、ということで超胸熱。じゃあ今日あとは次は主要人物の中にハビエル・ミレイさん入れますね。入れましたので勝利を祝う。今週はちょっとこの方に関するねニュース多かったので、はい。アルゼンチンですね。でこちらじゃこれ私読みます。アルゼンチン大統領選での勝利を祝うハビエル・ミレイ。彼はアルゼンチンのドナルド・トランプとして知られている。彼は中央銀行の閉鎖を望んでいる。気候変動に反対している。中国に反対している。彼は自由を支持している。彼は暗号通貨を支持している。彼は銃を支持している。彼は生命を維持している。ということでね、あれこれまだ続きある。彼はイスラエル支持者であり、最初の旅行としてイスラエルを訪れる予定であるということで、トラさんのやってることも全部、同じようなことをやっていらっしゃる、アルゼンチンの方が、大統領になりましたと。選挙で大統領になりましたと。はい。で次就任式は12月11日。これまた気になる日程なんですけれどもね。じゃあこれお願いしていいですか。はい。同時にこれニュース記事の途中から始まってるので、事務所はトラさんがこれミレイさんの事務所ですね。ミレイさんの事務所はトラさんがいつブエノスアイレスにアルゼンチンのブエノスアイレスに滞在する意向なのか日付は明かさなかった。トラさんへの称賛を表明しているウハポピュリストミレイ氏の就任式は12月11日に予定されている。次期大統領は昨夜トラさんから電話を受け祝辞を述べるとともに、先週日曜日の選挙で大差での勝利が世界的な規模で大きな影響を与えたと語った。
とミレイ氏の事務所からのニュースリリースは伝えている。このニュースを最初に報じた地元のジャーナリストルイス・マジュールは昨夜 X にブラジルのジャイル・ボルソナルさんの息子であるルドゥアルド、議員がルドゥナルド・ボルソナル議員がミレイ氏と共和党有力候補との接触を促進した人物だというふうに書き込みました。でその通りだとミレイ氏も投稿しました。ということですね。12月12日就任式だそうです。ボルソナロさんの息子が促進ねえ、めっちゃそっくりなんしたんですね。はい、ここ重要。ここ重要箇所ですね。重要です。太字にしました。次、アルゼンチン中央、これもね。こちら、アルゼンチンの新大統領に選出されたハビエル・ミレイ氏は、選挙公約を撤回する可能性があるとの噂にもかかわらず、アルゼンチン中央銀行の閉鎖を確約したということで、素晴らしい。続いてるな。オランダは金本位制に向けて準備中。アルゼンチン新大統領はアルゼンチン中央銀行を閉鎖する。交渉不可ということです。はい。もはや交渉することもなく閉鎖すると。そうですね。ね、オランダもね、新しい金本位制準備中。そうですね。次、サウンドオブフリーダム。ミレイ氏はメキシコ大統領選に立候補しているサウンド・オブ・フリーダムのプロデューサーと会談し、児童の性的人身の売ります買いますを撲滅するために協力する協定に署名したばかりだ。立候補してたっていうのは私知りませんでしたよ。サウンド・オブ・フリーダムのプロデューサーがメキシコ大統領選に立候補しているそうですね。今回初めて知りました。もうね、人の死の売ります買います、撲滅に素晴らしい。はい、素晴らしい。じゃあ次プー様、プー様といっても今回はブリックス関連の話だけなんですけれども、北朝鮮が北朝鮮が韓国との安全保障条約を脱退したそうです。我々はより強力な軍隊と新たな軍事装備を国境沿いに配備する。キム・ジョンウンは米国経済の崩壊を目標に米国の力の衰退を加速させるために新たな紛争を開始する。これはプー様のチェスだと。そういうことですね。プー様のチェスだということ。まあそういう話です。これも胸熱です。胸熱ですね。で次リックス臨時会議開催。これ2つです。こちら私読みます。はい。ブリックスが明日臨時会合を開催。これ21日の記事ですね。でシリル・ラマポーザ大統領は、ブリックス議長国として明日21日火曜日、ガザで中東情勢に関するブリックス臨時合同会議を開催する。ブリックス諸国、ブラジル、ロシア、インド、中国の首脳は、サウジアラビア、アルゼンチン、エジプト、エチオピア、イラン、アラブ首長国連邦のブリックス首脳を招待し、バーチャル臨時会合に参加する。はい、次。これはもう行われました。はい、行われました。はい。金平ちゃんですよね。2つ並んでるんですよ。その下か。これ。ブリックス155カ国が中国との貿易のための一帯一路構想に署名しました。ブリックス加盟国の中国は、すべての発展途上国が世界貿易のための一帯一路構想 BRI の対象となるように主導している。中国は10年前、
開発途上国がより良いインフラ考案、より良いインフラ、これ点か、インフラ港湾、鉄道などを建設する資金を援助するため一帯一路構想を立ち上げた。いくつかの国が貿易のためのより良いインフラを構築するために中国から融資を受けており、この取り組みは現在成功している。発展途上国は現在一帯一路構想を通じて中国に1兆1000億ドルの融資を負っている。はい、ということで、そういう話もブリックスの会議でされたということですね。じゃあ次、金平ちゃん、台湾侵攻。もうこれは金平ちゃんがってわけじゃないんですけれども、中国はすでに台湾侵攻の準備を進めており、人民解放軍海軍の水陸両用攻撃部隊が再び、台湾沿岸への上陸訓練を行ったということで、なんかそういうことをごちゃごちゃしてるみたいですよ。はい。こっちはこっちで進んでいるね、こちゃこちゃで進んでるといいんですけど、ような話がちょいちょいね出てきますね。もう今かと待ってるんですが、なかなかですね。なかなかこっちは歩みがのろいですね。のろいですね。次、いいですか。次のやつ、これを読みますね。中国最新鋭の980船体番号071型、揚陸艦竜虎山が竜光山が今炎上しているっていうことで、なんか炎上してるって絵面が出してきたんです。これは何があったのかちょっとわかんないんですけれども、そういう山ですよね。山。違う山。竜虎山、名前ですね。そのこの船の名前。船の名前。はい。じゃあ次。中国とサウジがスワップ協定。これは他のところでもよかったんですけど、ここに入れました。よいしょ。これも素晴らしい。ね、そうなんですよ。中国とサウジアラビアは約70億ドル相当の現地通貨スワップ協定に調印し、中東諸国が石油以外の貿易をドルからより多様化することを目指している中で、両国の関係を進化させた。重大なニュースだ。この傾向が加速している。ね、そうですね。加速してます。はい。じゃあ次。チャーリーさん。これは、助かる。これはちょっと絶対すごいことになりますよ、これ。もうこれから、これはイコール EBS じゃないですか、これもって思いますけれども。これ、チャーリーさんと会うってものすごい素敵な。これね。素敵だなと思って。そうなんですよ。でこちら、チャーリーさんが、チャーリーとパスカル・ナジャディがスイスで直接会いライブを行う予定だっていうことで、で、WEF 共同創始者の息子、パスカル・ナジャディ氏、新たなジュネーブの蛇の首を切るで、これらの連中を直ちに逮捕せよと発言ということで、パスカル・ナジャディ氏は、これ私の注釈ですね。パスカル・ナジャディ氏は、彼の母親が毒ワクワクを打ち死にかけているとして、ビル・ゲイツ、ギャビ子どもワクチン、推進同盟、WEF、WHO、ビッグテックの逮捕を要求している方です。で、その下に、もう一つ記事が、これ10月30日の記事ですね。押します？一応押してもらっていいですか？これは、これもここの部分だけ読みましょうかね。これの上から。WEF、共同設立者フセイン・ナジャディの息子。これさっき今読んだこととほとんど一緒のことですね。一番上からいくと、人類と基本的人権を代表するすべての地球市民、そして We the People of the United States は共に立ち上がり、意図的に
世界の運命を決めようとしている者たちによるこの狂気の沙汰を止めるよう要求しなければならない。ペットと戯れる神々のように彼らは私たちの同意もなく、自分たちの行動の結果を考慮することもなく私たちの未来を決めているのだ。ジュネーブ、もはや中立を主張できない場所で、長い時間を過ごしているグローバリストのエリートたちは、歪んだ頭の悪い現実を、悪魔のように見ている、イーロン・マスクということで、はい、すごいですよね。もういろいろ。これ、フリーさんが出してきたやつです、もともと。はい。だから、フリーさんが出してきて、で、その後、チャーリーさんがこの人だって、なんかもうすごい、ホワイトハットプランって感じがして、もうすごいな。本当に。ね。だからやっぱこういう主要な人たちがこう出してくるネタっていうのはその後何かにつながってねいくんだなと思って。フリンさんとチャーリーさんはね、なんだろう。ありましたね。なんか舞台があってなんかチャーリーさんがその舞台の上で喋って、あれはなんて言ったらいいんだろう、あれはなんかイベントですね。イベントがあった。なんかイベントにね一緒に出てたりしてたので、そうなんです。つながりがあるので。一緒に写真撮ったりとかしてましたんで、そうです。はい、じゃあ次クリス・ミラーさん。もうこれはいいや、これはちょっと気になるけどぐらいなんでいいや、飛ばしますね。じゃあ次に入る前にチャット行きます。今日と間で挟みましょうか。行きましょう。もらいます。これは何ですか？チョコのシミチョコ。美味しい。これ大好きなんです。美味しい。甘いものしてるね。ゆきこさん。マルム書の増設してたもんね。あ、じっともかな？そうですね。じっともはなんかね、常に増設してるみたいですね。なんか200人分増えたみたいな。ね、なんか。あ、ですね。MSN の従業員の人たちのための。そう。間もなく増設が終わるっていうね。リアルドニュースですけど。ゆきひろさん、質問します。派遣社員でコロワークコールセンターの仕事を2ヶ月の短期契約でしてました。知人に聞いたら、直接注射を相手側に打ったり、高額な利益を得てないので、裁判は大丈夫と聞きましたが、お二人さんの見解はどうお考えでしょうか。コールセンターこれは大丈夫だと思います。大丈夫だと思います。直接打ってるわけでないし、進めてね、全く意思のない人に無理やり進めてるわけでもないと思うので。医者は危ないと思いますけど、直接打ってるの看護師さんたちも私セーフなんじゃないかなって思ってます。私もそう思います。直接打った。そんなこと言い出したらもう本当に限りない。どこまでね逮捕すればいいか分かんなくなっちゃうから。看護師さんは大丈夫じゃないかなと思います。ゆきごさん、ゆきひろさんどのような案内をしていたか。コールセンターでね、知っていながらやっていたのか知らなかったのかも鍵になるかと思いますね。でも何年くらいだったら多分大丈夫だと思う。ライブがなるほど。まなちゃんありがとう。今夜も楽しみにお待ちしてます。ありがとうございます。みかんとスイカさん応援してます。ありがとう。ありがとうございます。ケムさん。かおりさん、みかさん、いつもありがとう。ありがとうございます。マイティさん、かおりさん、みかさんのおかげでいつもワクワク過ごさせていただいてます。いつもありがとうございます。嬉しい。こちらこそ、そういう言葉でワクワクさせられますよ。ありがとうございます。モチベーションにつながります。またありがとうございます。ありがとうございます。ちこうさん、今茨城県東海原発の真下ぐらいの近くの場所で地震がありました。本当ですか。原発の真下。それは気になりますね。それはあっち側じゃないかと思ってしまいますよね。ちょっとね。
原発の近くで地震があるのはとても不安になります。本当ですね。震度2だったので、うん原発が壊れる地震ではなかったので良かったですよ。昼間も近くで地震あったので、27日満月なので、しばらくは要注意です。確かに。震度2だったからね、良かったですけど、でも、怖いですね。わかんないですね。もうね、大きいのが来るかもしれないですし、わかんないですね。怖いですね。シャズナブルさん、ピザゲートやエプエプ島について日本メディアはスルーですね。そうですね。エプエプのこと、でもエプエプのことはなんかニュース出てた時ありましたよね。出てました。エプエプが逮捕された時ね、そっか、大きなニュースになった時、去年かな。その時はさすがに1回だけ1回だけ出たのかな。そうですね。そう1回だけ本当に大きなニュースになった時に、その時は出てたかな。多分テレビもヤフーニュースとかも出てたかな。でもそれっきりかな。でもその後は全然。ちょっと見てないですけど、フィルさんが43件も投稿してる。43件も。テレグラムですか？テレグラム後でまた見ますけど。びっくり。ゆきこさん、ちこうさん、原発の地下は福島もでしたが、原発ってなかったらしい話が。そうですね。だから分かんないんですけれどもね。でもまあ分かんないじゃないですか、本当に。私もそう思ってますけど、まあ基本的にね、子供ちゃんのね、売ります買いますの施設であることが多いみたいですけどね。コンテナ隠しのためだったみたいです。そう。原発あるところとないところとあるのでは分かりませんが。実際のことは分かんないんでね、そう言われてますけどね。はい、以上です。はい、ありがとうございます。ちょっと忘れないうちに白太情報ですね。ちょっとお話ししておきたいと思います。なんかね、本日その筋の方たちの会議のようなものがあったらしくて、なんか明日もあるらしくって、らしいんですよ。でちょっと私が情報をいつも共有してくださっている方が今日は泊まりで行かれてると。でちょっとさっきね、結局前回ツイートX 投稿とテレグラムで投稿させていただいた内容っていうのが結構過激な内容だったんですけども、実際にその会議でそういう話がされたということで教えてもらった内容だったんですけれども、今週の本当だったら、水曜か木曜日にある部は来るだろうって言われてたのと、あと大まかに言うと、あとクリスマスの日にメドベッドがリリースされるっていうふうに、クリスマスプレゼントだっていうふうにトラさんが言ってるっていう、そういう内容だったんですけれども、で結局ちょっとそのそのトラさんのクリスマスの内容の件に関してはもう変わりないと思うんですけれども、そのね、水曜か木曜日にっていうのがなかったので、ちょっとどうなってるんだろうっていうのが気になりますよね。でもう計画が変わったんだろうなとしか言いようがないんですけれども、でちょっとそれについて質問してみたところ、ちょっと長文で連絡もらったので、ちょっとその中で、読める内容だけ読んでいきたいと思います。なんかね、明日が、霊界の年度の新年らしいんですよね。だからなんか宇宙界の新年とも言えるから、お空のエネルギーがガラッと変わる日らしいんです、明日が。なんかそういうタイミングがあって、なんかそういう招集されたのかはちょっとわからないですけれども、はい。で次、EBS の一つの目安としては、世界中で全ての戦争が終わっていること。EBS の時点でか。ね、値下げさんの時点ではそれは必要ですけれどもね。世界中の原発、ちょうどタイムリーに来ましたね、原発停止というのが条件だそうです。これが銀河連合の取り決めということで、EBS の一つの目安として世界中のすべての戦争が終わっているのと、世界中の原発停止。
ですって。あそれ EBS の EBS が発表される条件。RV のことではなくて EBS の件ですね。ネセラギスラには原発の停止入ってますからね。入ってるし、もちろん戦争のね、停止も入ってる。世界的な平和って入ってますもんね。20項だからね。そう。でも EBS ってっていうふうにこの方には今回書かれてます。で今ハマスが停戦中なので、この間に放送ができるかもしれない。私も思いました。それ思いましたよ。だからこの間したから多分 RV なりEBS なり来るかなって。そうですね。停戦がもしかしたらいい。そのための停戦かもしれない。はい。次RV のT5 の人は日本円に換金できるのは EBS の後、EBS の後に大取り物があると、大手企業の社長さんの逮捕とかそういう逮捕とかがあるらしくって、でその後になるそうですっていうことです。もうお値段以上の社長早く逮捕されてほしい。本当にお値段以上の株。本当にお値段以上の株とかもいろいろ、もうなんかね、大作ちゃんと仲のいいところとかいろいろね、じゃあその大物の逮捕をしてからじゃないと銀行を出てから狙われる人がいるからだそうですって。なるほどね。確かに理にかなってますね。でだから結局そのソッカーの殺人部隊がいるので、そういう人たちも一斉にいなくなってからじゃないとベトナムドンとかたくさん持ってる人とか襲われたりする可能性があるから、先にそういうのがあるらしい。でもうすぐってことですよね。それっていつになるんだろう。いつなのか。でそっか、殺人部隊とかもみんな処分されないと、される通知T4B 始まらない。T5 がね。T5。T5 の話ね今。だから RV がっていう意味じゃなくて T5 の換金がってこと。RV の発表もっと早いはずです。で T5 はもっと早い。T5 の T4B はもうちょっと別件ですよね、こことはね。はい。でそうなんですよ。だからソッカーの殺人部隊はどんな手を使ってでも銀行から出てきた人と通帳とか印鑑とか奪って逃げるとか、そういう悪いことをする可能性があるから、だからそこら辺のもう大物たちをまず逮捕があるらしいです。そっか、殺人部隊なんだ。とんでもないですからね。本当手だれですから。はい。でとにかくできる限り悪者を逮捕しないともうせっかく大金を持っても平和に暮らせなくなるから、だからそういうふうなことが考慮されているらしいです。でトラさんも11月は歴史に残るような月になるよって言ってましたよねっていうことで、でも月末までの変化を楽しみにしていてくださいということです。とりあえずそうなんですね。頼みます。もうその一言が励みになりますね。で今年のクリスマスは絶対誰もひもじい思いをさせませんと言われましたって。本当ですか？であまり信じたいです。いやちょっととにかく EBS がもうRV は EBS の後になったかもしれない。もともとはね RV が先の EBS の予定だったんですけど、先に EBS が来ちゃうかもしれない。でもとにかく早いのは確かですということです。それ11月中に見られるんです。やっぱり EBS だからもう本当にもう正直その2日前のフィフさんのライブが EBS でもよ
良かったというかおかしくなかったと私も思ってるんで。いや 4B はもう RV の前にももう来ますよね。RV の発表がうんなくても、なくてもその前には 4B 来ますよね。そう別にそこに、そこの前後関係はあんまり関係ないんじゃないかなと思うんですよ。RV っていうかイラクの新レート発表ですね。新レート発表がなくても、4B は関係ないと思います。来ると私は思ってるんですけど、それは関係ないと思います。だからまあおさらいするとEBS が一番になる可能性が非常に高まってきたということで、やっぱその辺は変動してるんですね。でもともとはね RV が先でほぼ同時になるかもしれないっていう話とかも結構あったんですけれども、逆になるかもしれない。思いのほか多分 RV が時間かかってるからですね。かかってくるから、そう荒木さんがチンタラしてるからチンタラしてるっていうかね、やっぱり早く過ぎていてほしいです次の人に。でもやっぱり本当に悪い人たちの闇が思いのほか深かったようで、ね、もうイラクの中のその銀行関係者ので悪事を働くその RV のでお金が潤った後に、だからそういう悪い人たちが潤っちゃうと困るからとにかくねそれに時間がかかっているらしいという話はありますけれども、なんかそのイラク国内の最も悪質だった業者がその逮捕されたことで、RV が早まるだろうってフランクさんだかありましたね。言ってたのもあるから、もうこれでほぼそのね、そのイラク国内の悪人たちの逮捕はめっちゃもう完了しつつあるのかなって思ってたんですけどね。私もそういうふうに思ってますけど、もうちょいかな、どうですかね、もう間もなくじゃないですかと思いますよ。はい、そうしましたら話変わりまして、RV 関連の話に入っていきたいと思います。もう12時ですね。なっちゃいましたね。結局2時間で終わらないパターンですね。はい。では、マーク Z さん。今回でもマーク Z さん少ないですしね。はい。少ないですよ。少ないですね。はい、マーク Z さん24日金曜夜。目立った情報が全然なかったんでね。金曜夜ですね。金曜夜ですね。イブニングニュース。マーク Z。今夜は皆さんに楽しんでいただけると思う銀行の話がいくつかあります。これ今日ですね。今日ですね。今日ね。私はとある、これマーク Z さんではなくて、フォロワーさんの方の話、体験談。私はとある銀行の口座を持っていますが、先日そこのマネージャーと話しました。私は彼女にバーゼル3と世界の通貨交換センターおよび金に裏付けされた金融機関になるための銀行要件の変更について知っていますかと尋ねました。彼女は変更について知っており、準備はできており、私を観察していて、以前からそうしてきたと言いました。私のポートフォリオを持っていて、彼らはそれにエキサイトしており、私を顧客として維持してくれることを願っていました。彼女はそれが自分に言えることのすべてだと言いました。これは素晴らしい。他のメンバーからも同様の話を聞いています。その人は今日クローガーに行きました。そしてクローガーに設置されていたものには驚かされました。外貨を読み取る両替機が設置されていました。この両替機の写真、このライブ中にマーク Z さんのライブ中に両替機の写真が同じ OBS 使ってるので、多分マーク Z さんその写真が画面に提示されたらしいです。で多分その写真のスクショを画面に出されたスクショをどなたかが多分テレグラムに投稿してくれて、それをさっき私も投稿しました。本当ですか。で外貨を読み取る両替機です。で設置されたばかりのようで、そのデバイスにはメーカー名の記載は見当たりませんでした。そして彼らは通りの向かい側に真新しいバンクオブアメリカを建設中です。
ロビーには窓口はなく大きなテーブルが2つあります。そして建物の両側に10のオフィスがあり、それは全く新しい形態で来週オープン予定です。多くの金融専門家が今週末の債券市場の崩壊を予想しています。ね、今週末なんか始まったような始まってないようななんかねとりあえず UBS は崩壊したっていうことがありました。ね、そこからガツンといってほしいところですね。はい。今週末からの債券市場の崩壊を予想しています。予想しています。彼らはまだ12月1日までに RV が見れることを望んでいます。それが彼らの目標です。そしてイラクは1月1日までに行動を起こす必要があることを明確にしています。イラクは明確にしてるんですね。そうそう、1月1日までには行動を起こすっていう。で、それはでも絶対ですもんね。絶対ですもんね。そうですよね。だってね、1月1日。そう。もう完全脱ドル化する。そう。で、ブリックス加盟も1月ですしね。はい、次火曜日夜。どんな内容でしたでしょうか。で火曜日イブニングニュース。いいですか？読みましょうか。大丈夫ですよ。どんな内容だったかと。マーク Z。彼らは今日本当に悲鳴を上げています。外貨やウェルスマネジメントの召喚連絡先と話していて本当に驚きました。これも過ぎちゃいましたけどね。そうですよね。彼らは明日水曜日水曜日。そうなんですよね。なんかもうすごい今週もそういう話が多くて、毎日明日かなってずっと思ってたんですけど、なかなかだったんで。待機中です。なんかずっと待機中ではあるんですけど、本気の待機中だったみたいです。そうですね。本気の待機中ね。そう、本気待機中。これは彼らにとってこのような事態に備えて実際にオンコールとなる初めての連休となります。これは大きな出来事で私にとって初めてのことでした。イラクは来週米財務省と会談する予定ですが、何のためでしょうか？何のためですか？イラク来週ですね。来週米財務省と会談する何のためですか？予定です。何のためかな？あと以上ですね。はい。次。火曜日夜が終わったので火曜日朝。火曜日朝のチャットメンバートラさんはいつかすべての通貨が11になると一度言ってましたよね。マーク Z。あれは2017年のことだったと思います。彼は連邦準備制度にさらなる金の虫を入れようとして連邦準備制度を米国財務省の管理下に置こうとしたのです。トラさんが置こうとしたトラさんが連邦準備制度を米国財務省の管理下に置こうとした。2017年に置こうとした。メンバーインドネシアルピアのこれはいいか。これもう過ぎたので、はい以上。以上です。もうね、もう過ぎた話だからね。そうですよね。で火曜日朝が終わったから。月曜夜。月曜日。どういう話だったかな。どういう話かな。全部過ぎた話かな。皆さんに共有したい素晴らしい銀行の話があります。今日は JP モルガンチェイス銀行に行ったのですが、窓口スタッフは彼らを訓練中であることを認め、システムを変更していると認めました。そこには13フィートの柱広告があり、LED スクリーンには外国為替と書かれており、あなたやフランク、ボブ、その他の人々が言っていることを認めました。今日の銀行訪問の後、私たちはとても笑顔になりました。
いつもマーク Z さんやフランクさんなどがうんうん言っている話が本当であ本当であるってるっていうことをいうことを確認できたと。銀行員の方うんに確認できたと。うんうんで、メンバー TNT トニーは今日のレートはこれもいいか。あとこれマーク Z ロシアと中国の脱ドル化はほぼ完了しました。うんうんうん現在取引の約 95% が自国通貨で決済されています。はいパチ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 ですね。エジプトとインドはドルを完全に放棄しました。アルゼンチンは所得税を廃止したばかりです。ミレイさんが、ねそうですおっしゃったりからね、すごいいろいろ進んでますよ。でモルガン・スタンレーの CEO は自社はバーゼル3の最終段階にいますと。つまり銀行に関する全面的な新たな世界的規則に向けた準備ができているとモルガン・スタンレーの CEO が述べました。はい。次これがこれが月曜日イブニングかな。次朝そのまま下に連なってましたね。でこれ次読みます。マーク Z とても興味深い週末合ってるね。週末でした。複数の償還センターの担当者は今週末彼らが働いたのは人々の両替ではなく新しいスタッフを訓練するためだったと述べています。これは私にとって非常に大きいです。マーク Z 彼らは情報やおしゃべりを管理するために常に厳重な、要員を維持してきた。彼らは週末にさらに多くの窓口係レベルの人材に外貨両替の手続きを訓練していた。これは本当にエキサイティングですね、本当に。償還センターの人たちは土曜日と日曜日を私たちの両替の準備に費やしていました。とてもワクワクします。マーク Z アルゼンチンの新大統領は米ドルを国家通貨として採用したいと考えている。これはなぜ重要なのか。彼は自由主義経済学者であり、インフレによりそれらの価値が大幅に過去 143% 失われていることに気づきました。これは世界最高レベルのインフレと政府による無秩序な紙幣印刷です。米国は世界の基軸通貨であるため、これは米国が金に移行するのと同様の動きとなるでしょう。マーク Z 彼らが米ドルに移行することで中央銀行はもう存在できなくなります。そうすると彼らが米ドルに移行することで中央銀行がもう存在できなくなります。そうすると政府は財政赤字を出すことも中央銀行に借用書を書かせることもできなくなります。つまり過剰印刷と無責任な政府支出がこれら全ての原因であることを認識することになります。米国が金の裏付けになればアルゼンチンもそうなるでしょう。フランスはブリックス諸国の加盟を目指す。まだ目指してるんですね。目指してた。マクロンね、却下されてるね。マクロン大統領は今年の招待を正式に要請しました。プー様は会合への招待状があるとは言ったが、必ずしもブリックス参加の招待状であるわけではありません。しかしユーロ諸国には亀裂が生じ始めています。はい。マクロンはまだ承認されてないと思いますよ、多分。そうなんですよね。で、それでこのアルゼンチン米ドルに移行したっていうニュースもありましたね。私投稿したけど忘れちゃったな。米ドルに移行したっていうニュースありましたね。ありましたね。そう。だから来たと思って。次ありましたそれ。米ドルに移行したから中央銀行が破綻と。そうです。次今の月曜朝でしたね。じゃあマーク Z 終わりですね。じゃあ次ネーダーさんからの最新情報ということで、これ誰かがまとめてくれてたやつです。ヒゲの愛国者さん。ネイダーからの最新情報。そう、再評価される。それはいつ？わかりません。しかし再評価されるだろう。再評価をする必要があるのだ。歴史を見ればイラクの持つ富を見ればそれは本物であることがわかる。今起こっていることは現実だ。
ディナールの革命はそこにあり、復権はそこにある。ディナールは戦争と制裁のせいで下落し、イラクは激しい制裁を受けた。彼らは元に戻さなければならない。そして今、イラクは正常な状態に戻りつつある。ということです。戻さなければならない。戻す必要があるんですよね。はい。で、銀貨学校と。これチャットのカオリ&ミカのテレグラムのチャットのメンバーのマーク2さん、よく銀の価格のことを説明してくださるんですけれども、だから今日の、投稿を取り上げさせていただきました。昨夜は異常な上がり方に興奮して眠れませんでした。ね、上がってるんですよ。で、銀価格が上昇する要因としてインフレが挙げられます。インフレを簡単に説明すると、継続的に物価が上昇し、自国通貨の価値が下がる状態を意味します。基本的にインフレは需要が供給を上回り続けるときに起こります。というのが普通の解釈ですが、今は相場をホワイトハット様がコントロールしているため、今回の異常値は一時的なものと感じます。ここ数日で重大な出来事が起こると言われており、銀の異常値はそのきっかけや準備になれば良いと思います。そうですね。そんな中、Qプランの謎解きは大変だけど、私の魂が一番震えた最近の出来事は、プー様が緊急ブリックスサミットに参加したことでした。引き続き穏やかに感謝の気持ちを忘れず、その時を皆さんと一緒に迎えたいと思います。ありがとうございます。パチパチもうこのね、グラフ見たら気持ち上がりますよね。この上がり幅凄まじいですね。ドーンと上がってますよ。これ本当意図的なものを感じますね。確かに。ですよね。はい。じゃあ次、これ UBS それさっき読んだんでいらなくて、エバグラですね。今日です。エバーグランデの創設者は合わせて2億ドル相当の香港の邸宅2棟を債権者により失ったばかりだ。エバーグランデの創設者で会長のホイ・カーヤン氏が所有する2つの豪華な邸宅が押収された。2億ドル相当。ブルームバーグは水曜日、香港国土省に提出された文章を引用して、それらは香港の高級地区ザ・ピークに位置していると報じた。大邸宅、2億ドル相当の大邸宅が押収されました。エバグラの会長、この人はもう逮捕されてますね。はい。投資家たちがドルを売却中。これ読みます。よかったらお召し上がりください。ありがとうございます。投資家たちが過去1年で最も早いペースでドルを売却している。もう手で私見ました。米連邦準備制度理事会が、積極的な利上げキャンペーンを、終了し、来年は複数回の利上げを実施するとの見方が強まり、投資家は過去1年で最も早いペースでドルを売っていると FT が報じた。米ドルの為替レートは過去1年で最悪の水準を記録。アナリストらは、資産運用会社による売りは、投資家が米国資産へのエクスポージャーを、縮小する長期傾向の始まりに過ぎない可能性があると計画しているということで進んでます。いろいろ本当にすごいですよね。はい。このフランスアフリカの件はいいや。じゃあ次ウルビーでウルビー24日動画。今週ウルビーありましたっけ？マウリシオの話ばっかり。そうマウリシオさんに。マウリシオさんの話ばっかり。24日動画。これ最新24日。最新のやつ。いやみんな金曜日の朝です。朝だよ。これから仕事に行くところだ。物事は正しく進んでおり、ブラジルとコロンビア、そしてリノから驚くようなニュースが届いている。今たくさんのことが起こっているので、明日にはこれは実現しませんでした。そうなんですよ。
でも本当にみんなこの方たち何の情報もなく言ってないんで、絶対本当に絶対本当にそのタイミングであるはずだったことがあったタイミングで言ってるんですよ。だから本当に伸びてるだけだと思います。根拠なく言ってない。何の根拠もなくね、明日来るよ、明後日来るよ、今週中だよって言ってるわけではないのは重々分かってますね。そうですね。で、明日か今週中にゴールできることを祈っていると。今は血の滲むような時間だと思うから、本当にね。こうやって励ましの言葉が入ってるから、私も伝えたいんですよね、皆さんに。そう、みんな体に気をつけようと。で、君たちの平和だけが僕の望みです。素晴らしい。次、マウリシオ。これ読みます。人道支援プラットフォームの責任者であるマウリシオ・カスターニョは、米国におり、すべての銀行プロトコルに従ってすべての解放された資金を入手している。アメリカに行ったって言ってましたもんね。で、準備は整っている。これは胸熱です。米国の銀行も行動する準備はできている。水曜と木曜は感謝祭の、休暇のため何も起こらないだろうが、南米のクジラたちは先週通知を受け取っており、開始の準備はできている。なので我々はもう1日待たなければならない。昨日トニーは、火曜日の夜から開始される予定だったので、おそらく今夜通知を送り、明日から開始することになるだろうと言っていた。上の情報も似たようなものだが、それを明らかにするための意図設定だ。はい。ということで、次。水木がなかったので、今度は来週の月火水とかいう話もありますけど、まあそりゃそうですけどね。そうですよね。そうなりますよね。まあ1秒でも早くお願いします。お願いします。月曜でも火曜でも。本当に1秒でも早く。次 TNT。TNT コール。3レターエージェンシーは RV は今すぐにでも出発できると言っていた。3レターエージェンシーはもうゴーサイン出してるね。もうグリーンライトを出したということですね。はい、そうですね。そうなんですよね。そう出してるんでしょうね。ということはもう本当にあと止めているものはもうあとイラク次第、イラク議会次第。で、3レターエージェンシーは RV は今すぐにでも出発できると言っている。しかしトニーこれも怒らなかったね。マウリシオはもう今のでよくて、じゃあちょっとこの辺飛ばして20日のレプリケーター。はい。こちらが、このテクノロジーは世界を永遠に変える。レプリケーターの秘密がついに明らかにということで、このまま下下がっていただいて、トゥルースウォリアーズさん。これらの技術は非常にゆっくりと出てくると聞いていた。製造業、農業、その他の生産分野において、あまりに多くの雇用部門が、混乱をきたすことになるだろう。なんでしょうね、本当に。しかし私たちはこれらの技術が社会に役立つことを待ち望んでいる。メドベッドセンターで使用されると聞いている。そうですね。で、その下に、これのね、日本語、ルビーが投稿した動画の日本語訳、これどっかで見たことあると思ってで探したら見つかったので、YouTube のやつをこれちょっとね字幕はついてないので日本語での音声聞いてもらったら日本語で聞けます。でこちらなんですけど、中に書いてることをちょっとだけ読みますね。レプリケーターの技術は全ての人に利用可能になる。物理法則にのっとって従って動作するデバイスである。で素粒子を適切な組み合わせで組み立て、特定のものを生み出す。温かい朝食やファッショナブルなズボンなど。で全てが新品でアイロンがけされていて、最高品質である。ね、そういう服も作れると作り出されると。あらゆる飲料は分子から直接印刷される。
ユーティライザーで不要なものは素粒子に分解する。ゴミを処分して欲しいものに変えられる。ね、そのユーティライザーっていうのがそのゴミ箱で、そのゴミ箱に入れたら素粒子に分解される。でその素粒子を使ってまたレプリケーターで作り出すみたいな、そういう流れになるみたいなので、もうゴミ処理も必要がなくなるし、洗い物とかもしなくてよくなるし、ね、洗濯とかもしなくてよくなる。はい。で次、本当にあらゆる業者、もうスタッフの人たちが失業するじゃないですか、これから。本当にもう医療業界なんて軒並みですよ。軒並みですよね、本当に。お医者さん、看護師さんももちろん、医療機器業界ね、医療材料業界。本当ですよね。いや、まさにそうですね。本当ですよね。そのために UBI がある。そうですね。で、食器を洗う必要もなくなる。ミリ秒単位でいつでも必要なものが無料で手に入れること。必要なものを無料で手に入れることができる。というね、そういう技術になります。それが、レプリケーターとメイドベッドはセットで、リリースされるって言われてますね。で、次、じゃあ、じゃあちょっと19日、これもうちょっと古そうだからもういいか。19日の須田西ってやつ、これは読もうと思ってたんで。ウォーキングスティックさんですね。ウォーキングスティックさんはネイダーさんとマーク・ゼットさんの情報源の方ですよね、確かね。エンジェルワンさん。そうだそうだ。でまた違う方。また違う方です。ウォーキングスティックさん。スダにはイラク国民に対し、あなた方の通貨は間もなく中東だけでなく世界で最も強い通貨になると語りました。以上なんですよ。これ気になったんで、スダニさんが国民に対してそれを言ったのでね、それはすごいことです。はい。言っちゃいましたって感じですね。はい、そうしましたら、あとちょっと気になるニュースたちをどれいこうかな。読みたいのはいっぱいあるんですけど、じゃあ、これいきましょうか。オルガンいきましょうか。2番。RV 関連の話。オルガンいっちゃいます。オルガンいっちゃいます。気になった。このベルのやつとこれが。気になってくれたんですよ。ありがとうございます。これは素晴らしい。しかも私今日さっき投稿したのにもう338いいねってついてますね。読みますね。オルガンについて。オルガン、これが医療機器であったことは知っているだろうか。なぜこの機械がオルガンと呼ばれるのか。そうですよね。かつては人々の治療やむしろ臓器の修復に使われていたのだ。これオルガンの絵ですね。私たちの体内ではそれぞれの臓器が独自の純度を持ち、その振動によって音を出している。すべての病気は臓器の振動の乱れから始まる。そして正しい臓器には臓器の振動の純度がすべて蓄積されている。だから彼らは特にオルガンのために音楽を書いたのだ。もちろん今では正しく機能している体を見つけることはできない。人々は皆自分自身を怒らせているのだ。そう簡単に治療されては医学は儲からない。自宅ではこれなんていうんですかね。ドラね。ドラやシンギングボール。なんかチン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 って音を鳴らすボールを使って自分を癒すことができる。自宅であればそれがあって自分を癒すことができる。これはいっか。そんな感じですね。省きましょう。で次11番の教会の鐘いきましょう。この2つだけ言ったら今日はね。教会の鐘、はい。これ読みます。旧世界の鐘の多くは音響共鳴の重要性を
を隠すために、破壊され埋められ交換された。これはよく出てますね、このニュースね。で捏造された戦争のための弾薬を作るために金を溶かさなければならなかったっていうことにされて、ロス茶の陰謀で、と言われている。で私たちが知らされていないのは、これらの金は私たちが目にする寺院や大聖堂からエーテル的な癒しのエネルギーを発信放送するために使われる特定のエネルギー周波数振動を発しているということだ。そのような場所が古い鐘で語られていたのは、それらが決して偶像崇拝の場所だったからではなく、旧世界の癒しの中心地だったからである。古代の、建築要素には、単なる装飾というものはなかったことを覚えておいてほしい。すべてにおいて機能、目的があった。これらの鐘の、破壊は音楽のピッチ基準を 432Hz から 440Hz で美術トーンですねに切り替えた人々と同じ悪意を持って行われたロス茶ですね。これらの鐘は単に人々に時間の感覚を与えるためだけのものではなかったということで、何週間か前にね、除夜の鐘の話もしましたけど、まさにそれもそれですね。ですごい除夜の鐘、まず日本じゃない、中国かな、日本かな、わかんないですけどね、わかんないですね。中国っぽい。中国っぽいかもね、日本じゃないかね。でこれね、一番下らへんが動画が一つあって、もっとしたから10個ぐらいあって、これがね、これで、これがこれでこれですわ。これでこれみたいなね、これみたいな。それ何ヘルツですか？これはね、4225です。すごい高いですね。高い。鐘で共鳴させてすごい音が出てますよね。すごい音を聞いたら。はい。じゃあ今日のお話は以上になりますので、あとはチャットの方以上でよろしいですか？はい、読んでおしまいにしたいと思います。はい、結局2時間で終わると思う。今日はちょっと少ないめだから2時間で終わると思ったけど、そうでもなかったですね。全くそんなことないですね。あとあれですね、スカイさんの話しようと思ったけど、もうちょっと今日は長いね。もうなんか重要部分ありました。いやもういや本当だったらあれですね、グアニンさんのブログを出しながらお話ししようと思ったんですけれども、もう要はもう私たちのね今思っていることを代弁したような、本当ホワイトハットに次ぐみたいな感じで、もう今もうこんだけみんないろんな人がお金にも苦しんで住むとこもなくて、車で生活して携帯電話の充電をするためだけにショッピングセンターの中でに通ったりしながら車で生活してる人だっているんですよって言って、こんな現状で分かってながらなぜ早くしないんですかみたいな、そういう訴えみたいな動画を、2日連続で、1日目は普通動画で、その翌日に今度ライブ配信で、大体同じようなお湯を打ちかけるような同じような内容だったんですけれども、もう懇願するみたいな感じで、そういうちょっともう実際に日本語のYouTube で日本語字幕にできるじゃないですか。でそれで日本語字幕つけて見れるんですけど、もう本当に泣きそうになりますよ。もうもらい泣きしそうになります。もうぐっと込み上げるような気持ちになります。こっちもまさに代弁してくれるような感じですね。はい。特に情報とかはなかったです。もうほぼその件ですね。はい、どちらのライブの方も両方。はい、了解です。ありがとうございます。です。ゆきこさん、白ブート。カズさん、どの情報が確かなのか見極める力が必要ですね。本当に必要な力ですね、それはね。ゆきこさん、そこですか、最後の最後までね。マイティさん。毎日 EBS 待ってます。世界の羊さんたち早く目覚めてほしい。ゆきこさん、ミレイ氏はどっちですか？ミレイ氏は
ね、エズラがね一回いろいろ挙げてくれてたんですけれども、なんかワールドエコノミーフォーラムかなの会員なんですよ。ですね。ね、だから闇なんじゃないかって思わないでねっていう感じですね。そんな無理やりなんかそういう入れさせられたみたいなこと書いてました。だからそういうので闇だ闇だっていう人がいるかもしれないですけど、そうじゃないみたいです。そこだけね一つ切り取って闇認定する人もいると思います。いると思いますけど。シャーズナブルさん、4B と T5 どちらがいいでしょうか。わからない人によりあなた次第。私も正直別に T4B で絶対なきゃいけないとは自分は思ってないんですよ。絶対 D4B にするかどうか私は分からないです。ギリギリに決めるかもしれないです。はい。ただねベドベッドが優先的に入れるっていうのがあるからな。でもそこはあんまりもう、それもタイムラグはないみたいになってきてはいるけど、やっぱり、まあ私はプランがあるので、プロジェクトがあるのでそうしようと思ってるけど、別に T4B に漏れたとしても別に T5 で得た資金で自分で個人的にやることもできると思ってるので、あんまりこだわりはないんですよね。はい。アブティプラネットさん、インターネットで RV 情報を理解できているなら迷わず 4B で良いかと。4B には NDA がありますが、レートは言うまでもなく T5 では得られないさまざまな保護も用意されるようです。そうですね。伊藤菜々香さん、こんばんは。今日は出遅れました。明日改めて最初から拝見させていただきますね。ありがとうございます。ニューヨーク銀コメックス取引価格が上昇していることは先ほど気がついて嬉しかったです。日本の、銀小売価格への反映は月曜日ですかね。楽しみです。ノブカキさん、こんばんは。遅くなりましたが、いつもライブありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。伊藤菜々香さん、新世界に向けて西洋霊気ですね。霊気の勉強を始めました。本日レベル2まで終了したので、学校の子どもたちや家族に活用していくつもりです。私も霊気マスターなので、はい。私はもう一応最後までのやつ取ってますね。はい。ゆきこさん、オルガンはそのような役割だったのですね。ね、そうですよね。もともとはそうだったね。なんかちらっとそういうような話は聞いたことあったけど、すごい確かにオルガンっていう言葉自体がね、言ったら臓器とかも英語で言うところの表す言葉であるので、だからそういう臓器とかを整えたりね、直したりするそういう用途だったと思う。もう全てがやっぱり周波数がね人々を癒していたというのをずっと隠されてきたんですよね。それがもうメドベッドの技術もしかりですし、パイプオルガンは多分昔からある教会にあるパイプオルガンとかはもしかしたら、まだそういった機能がまだあると思います。あると思います。ね。自由人こうちゃんさん、今夜もありがとうございます。ありがとうございます。のぶさん、いよいよ感がありますね。来週初めにはいろいろあるかな、期待してます。今日もありがとうございました。ありがとうございます。本当に今週会ってくれるはずだと思ってたので、もうまさか今週私も本気で思ってた。来るだろうと。今週はいくらなんでも来るだろうと私も思ってたんで、ちょっとまさかまた今日もこの場でこうやって喋ってると思ってなかった。本当です。なんか油断してました。私もこんなことになるとは思ってなかった。佐藤恵子さん、ありがとうございました。まーみさん、ありがとうございました。ゆきこさん、ありがとうございます。シャーズダブルさん、今日も勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。レオレオさん、こんばんは。寝落ちから復活しました。アーカイブ見させていただきます。ぜひお時間のあるときに長いですね。はい。
ようあいさん、今夜もありがとうございました。もうちょいですね。ね、もうちょい。もうちょいです。もうちょいですよ。もうちょい。もうちょい。はい、以上ですね。はい。スペースの方に咲夜さんがちょっとコメントくださってて、でなんかね明日ね、IHR 国際保健規則阻止パンデミック条約阻止国民運動ということで、第16回のろし上げ日本列島100万人プロジェクト in 大阪ということで、11月26日の日曜日に、14時うつぼ公園集合で、御堂筋とかをデモをして回るっていうのがあるらしくって、これの告知をお願いしますっていうことだったんで、はい、そういうのがあるらしいです。だからもしお時間ある方は日本じゃない、大阪なので、14時、うつぼ公園集合でとのことです。はい、そういう何のデモですか？パンデミック条約阻止、国際保健規則 IHR 国際保健規則の阻止、そういう何か可決されようとしているんだと思うんです。それを阻止するための、はい、とのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、大阪の御堂筋であるそうです。はい。はい。で以上でよろしいですか？はい。未来さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、そうしましたら、今日はこんな感じでお開きでもう結局1時間半かかりましたが、はい。ケンケンさん、かまときゅうって何ですか？かまときゅうって何ですか？はいはい。わかります。わかります。わかります。はい。なんだろう。じゃないとじゃないは、でも咲夜さんが言ってるんで絶対それは違います。はい。はい。はい、じゃあ以上ですね。はい。はい。はい、じゃあ今日も長時間お付き合いいただきありがとうございました。はい。来週こそは本当にもうはい、YouTube ライブが来週はないことを祈ってはいと思ってます。はい。ゆとりおきゅうさんありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ではじゃあ皆さんおやすみなさい。はい、おやすみなさい。ありがとうございました。じゃあ失礼します。はい、失礼します。おやすみなさい。